今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。インテリアショップスタイルの、富山と申します。我々スタイルはアクタスのパートナーショップという形でお店を運営させてもらってて、群馬、栃木、埼玉でお店を運営してます。間取りは 2LDK で、広さは107平米になってます。妻と子供の3人と、あとペットが1匹います。ここは実家です。ちっちゃい頃から住んでた実家をリノベーションしたんですけど、もともとこの部屋はおじいさんとおばあさんが住んでて、2階に両親と自分たち3人兄弟なんですけどが住んでた家で、祖父祖母が他界したので、そのタイミングで実家に戻ってきてリノベーションしたっていう感じですね。この辺の見ていただくと分かると思うんですけど、この古い感じとかっていうのはもう自分がちっちゃい頃からここでおじいさんとおばあさんとお茶飲んだり花札したりゲームしたりっていうのをしてた場所なので、すごく思い入れのある場所で、そこに、住めるきっかけがあったんで戻ってきたって感じですね。じゃあまずは玄関の方にご案内します。この玄関ですね。もともと下駄箱があった場所をちょっと雰囲気を変えて作り変えてます。ここは竹の素材をちょっと使って、全体的に建具のデザインを統一してます。でこの辺は真鍮とか使ったり、あとはこの大谷石っていう栃木県の石を使って、このなんか穴っぽがちょこちょこ開いてるのが特徴的で、結構料亭とか、そういうところにも使われてて、うちのお店の高崎店と宇都宮店にも採用してる、そうなんですね、建築資材ですね。なんかザラザラした感じが、ツヤっぽいのがちょっと得意じゃないので、こういう土っぽい感じというか自然っぽい感じなのが好きなんで、採用した感じですね。じゃあリビング案内します。ここはもともと和室の畳の続き間だったんですけど、それをフローリングにリノベーションして、残したところがこういう欄間の部分とか、こっちの障子の感じとかを残しながら、洋風のインテリアが合うようにちょっとリノベーションして、ソファーとかもデンマークのヴィンテージのソファーを、先輩がバイヤーでいるのでいいソファーあるよって言って紹介してもらって入れさせてもらいました。これはゲタマ社の G40 っていうモデルなんですけど、その当時のファブリックがそのまんままだ使ってられるので、すごい雰囲気もあって気に入ってます。このモデルはハンス・J・ウェグナーのデザインのモデルになってまして、ヴィンテージで多くのステイン仕上げになってます。その当時の雰囲気があるっていうのが気に入ってます。なんか古いというか、昔から変わらないデザインというか、昔からあるものっていうのにすごく興味を惹かれるので、そういったものを買い足してるような感じですね。これも北欧のムートっていうところの照明なんですけど、なんかプラスチックをリサイクルしたシェードが特徴的で、アンダーザベルっていう照明なんですけど、すごいでかくて来る人なんだこりゃって言うんですけど、なんとなくその素材をリユースリサイクルして使ってるとか、北欧のその先進的なデザインっていうのも、ヴィンテージの中に入れたら面白いかなと思って採用してます。ここはもともとその和室畳だった時にテレビ台でした。ここにテレビがあってこちらから掘りごたつがあって見てるっていうような感じだったんですけど、今は何も置かずにこうやって座ったり
ここで読書灯をつけたんで、こうやってなんか本とか見れると素敵かなと思って作りました。今は大体子供とこうままごとして遊んだりするスペースになってます。照明計画は結構なんか一生懸命考えたというか、天井にそのいわゆるダウンライトとかをほとんどつけなかったので、なるべくこういう間接照明を対応して、ここもそうなんですけど、テレビボードも造作で作ったテレビボードのところに、照明のこのコンセントが入るように、中に電気のコンセントをあらかじめ仕込んどいて、穴を開けて、あまりみっともなくならないようにつけたり、読書灯のさっきのところもそうなんですけど、コンセントの位置とこっちの AJ ランプも、ここに何かチェストを置いて照明を置こうかなと思ってたんで、この下にコンセントをあらかじめつけてもらって、なんとなくコードが邪魔に見えないように考えてつけました。アクタスさんのサービスで 3D シミュレーションがあると思うんですけど、それを何回もやりました。そうなんですね。自分の部屋をコンピューターシミュレーションで 3D で作って、この家具を配置した時にどのぐらいの間隔が空くかとか、そういうのを何度もやったんで、お客様にはそれをそのままお伝えしてお勧めしてます。リビングの隣がダイニングです。ダイニングルームはこの丸いテーブルが気に入ってるというか特徴的で、120センチのヴィンテージのダイニングテーブルなんですけど、家族3人しかいないんですけど、椅子あるだけ置いてあってここで食事したり、お絵描き、子供がお絵描きしたり、自分も仕事をここでしたりすることもあるんで、何でもこうできるような空間にしたくて、この丸にして家族との距離が測れるような感じにしたいなと思ったんで、丸を採用してます。特にこれセンターレッグなんで、どこに足を置いても四つ足と違って邪魔にならないので、このタイプはすごいいいなと思いますね。これもドイツのゼツィルっていう、これもちょっと言いにくいんですけど、インゴマウラーっていう照明、インゴマウラーっていう方の照明で、いろんな紙がこうついてるんですけど、こういうデザインの照明で、なんか日常にあるもので機能的に機能を成してて美しく見えるものっていうのをなんかコンセプトに作ってるらしくて、そういう、クリップ使ったりとか、なんか照明としてデザインとしても面白いし、丸のテーブルに対してのバランスっていうのもすごく良くて、これはなんか入れられるといいなと思ってたんで、お店の展示品を買いました。ここはもともとあった縁側の空間で、こんな感じでリビングの方まで続いてる感じなんですけど、昔はここでおじいさんと畑の野菜とかを一緒にいじくったりして、ここで日向ぼっこしてた場所が今は自分の子供とやってるんで、ここは残せてよかったなと思ってますね。照明ももともとはここに1灯だけだったんですけど、なんか3連でちょっとリズム感を持ってつけられるといいなと思ったんで、こんな感じでつけてます。これはルイス・ポールセンのPH2 の1ってやつですね。ガラスのシェードが特徴的なんで、夜ここカーテンがないので、反対側から車で帰宅する時にここ見えるんですけど、ちょうどここがついてるとナイスって思いながら帰ってきます。はい。でキッチンはここも、妻のこだわりで対面のキッチンがいいということで、もともとは隣の部屋にあったキッチンのスペースをこちら側に移設して、この表面のところは大工さん
と設計士の方とで相談して造作のこういうキッチンを多くの無垢材で作りました。で上はステンレスを切り出した形で、このステンレスと木が異素材でいいかなと思ってこんな感じにしてます。この側だけオリジナルで作っていて、中のキッチン自体はメーカーさんのキッチンを採用してます。どうしてもやっぱりキッチンはこういう引き出し物とか食洗機とか、そういうキッチンメーカーならではの技術というか、特にこれはクリナップの商品なんで、中がステンレスで作られているので、カビとか匂いとか出ない、そういうのはなかなかオリジナルの造作だと作ったとしても結構な金額いっちゃうと思うんで、そこはメーカーさんで作って周りだけこだわりのあるデザインにするっていうのもコストをちょっと下げながら機能性も保てるっていうのはいいかなと思ってます。ちょっと珍しいんですけど、キッチンの隣が寝室になってます。このまんまこの隣が寝室スペースになってて、ここは照明が天井にないのがちょっと特徴なんですけど、ブラケットと一つだけスポットライトを入れてるんですけど、その照明だけで本当に寝るための部屋っていう感じにして、この照明の位置も、ある程度シングルベッドを2つ置くっていう前提で位置決めをしてつけてもらいました。照明はこれはイタリアのヴィンテージのスティルノボっていうところの照明なんですけど、それを手元でこんな感じでつけられるようにして、向こう側は調光ができるようになってます。寝る時に読書したり携帯いじったりっていうのに必要な光量だけあれば十分かなと思ったんで、天井が綺麗な方がいいかなと思って、闇雲に照明をたくさんつけるよりは少ない照明でほわっと特に足元の位置にというか低い位置に照明があった方が、気分も落ち着きやすいですし、そういうのを家具の仕事で勉強したんで、それをちゃんと生かそうかなと思ってやりました。じゃあ次は子供部屋というか、私の作業部屋というか趣味部屋にご案内します。ここが子供部屋兼自分の趣味部屋です。こっちの部屋は今は作業テーブルとなんていうんですかね、音楽を聴いたりするものとか、あとは自分のコレクションのフィギュアをザーッと並べてる感じです。あんまりアクタスのルームツアーでは出てこないかもしれないんですけど、このアメリカンフィギュアというかこういうのを昔から集めるのが好きで集めてます。古いものが好きで、特にここからはスター・ウォーズなんですけど、スター・ウォーズがすごく好きで、その1977年公開当時のアイテムっていうのを集めるのが、いろいろオークションとかヴィンテージのショップで探しながら一つ一つ集めたものをコレクションで並べてます。これが一番最初に買ったフィギュアなんですけど、トイザらスで中学生の時にお正月に買ったなと思うんですけど、これ買ってから始まりましたね。他は椅子が僕がインテリアとかを勉強し始めて最初に知ったのがこのイームズ。やっぱりメジャーな椅子だとは思うんですけど、この辺もすごく好きでちょこちょこ買い始めて、みんな足の仕様がちょっとずつ違うんですけど、普通のこういう四つ足だったり、これは連結させる用のベースだったり、キャスターベースだったりですね。これはキャスターです。これは最近買った作業台なんですけど、これマグナス・オルフセンっていう、これもヴィンテージの、子供が描いたりお絵描きしたり勉強したりするのにちょうどいいかなと思って買いました。照明は PH5 の、これもちょっともう歪んじゃってるんですけどね、この辺とか。これもヴィンテージで、
昔のタイプなので、ここがスチールで、この辺の仕様もちょっと今の現行品とはだいぶ違うんですけど、香料自体は100ワットまでのちょっと昔のタイプですね。 PH5 です。なんで新品を買わないんだろうかなって自分でも思うんですけど、やっぱりなんか新品にはない魅力っていうのがヴィンテージにはあって、その人の手に触れてきたっていうのか、なんかそのなんか年月が経ったっていうことに魅力を感じるのかもしれないですね。なんかだから新しくって綺麗なものもねたくさんあるんですけど、なんかそれじゃなくてわざわざこの古いものを買いに行くっていうのは、なんかそういう昔からあったものを今でも使えるっていう、なんかそういうポイントが自分の中ではすごい好きなのかなと思って買ってるのかもしれないです。じゃあリビングダイニングの方に戻ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。紹介の途中でもお話ししたんですけど、3D のプランニングっていうのはお家を購入するとか家具を購入する際には、必ず僕はやった方がいいかなと思ってます。それで何回も何回もこうシミュレーションして、自分ってどうやって暮らしたら楽しいかなとか、ワクワクするかなみたいなのをこう妄想しまくって、ここに置いたらいけてるなとかっていうのをやり続けてもらうと素敵な空間になるんじゃないかなと思います。だから僕らがやってるそのスタイルラボっていうリノベーションのサービスでも、お客様になるべくその自分の生活を想像してみてください、妄想してくださいっていうのを繰り返し聞くんですけど、そうするとここに電気の配線があった方がいいなとか、照明がここにあった方が可愛いなとかっていうのが出てくるんで、なんかそういうのを設計の段階でというか手が入れられる段階で考えられると、すごく自分の理想に合ったお住まいになるんじゃないかなと思います。インテリアショップスタイルの富山が、今日はご案内させていただきました。ありがとうございました。